にちは。今回は瑠璃の宝石第5話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。毎回瑠璃ちゃんの夕日カットいいね。ほんと作が良すぎなんやな。エロなしでも面白いな。いいフェチアニメだった。1話2話と比べるとだいぶ瑠璃のメスガキ具合が減少してきたな。あれが良かったんだけどな。テトラポットってこんな壊れるんだ。テトラポットかけてるってことはちゃんと仕事果たしてるんだな。すげえな。なぎさんママみたい。プラチナ日本で取れるのか。ゴルカムで取っていたじゃん。まだあの頃は価値が低かったってオチだっけか。こいつ毎週貴重なもん見つけてくるな。子供は元気だな。 JK。 噴火をそこまで考えたことなかったな。こういう学びって知るきっかけまでになかなか到達しがたいよな。僕のマグマも溜まっています。みんな揺らすな。揺れないの瑠璃だけか。将来有望層ではある。その前に生意気さを強制しないと。これでアガス交渉みたいなもの見つけたってこと。今日も石について詳しく勉強してしまったわ。話がしっかりしてるから巨乳要素いらなかったんじゃね。それアニメじゃなくてよくね。ブラタモリとかでやれば。テーマも地味、原作も有名ってわけじゃないのにここまで気合い入れて作ってるのすげえな。才能ある変態が集まってんだろな。じゃあ日本の将来は安泰だな。作ってる人が変態なだけで原作関係ないんじゃ。なぎさんノーブラだよな。胸元結構開いているのにブラらしきものが全く見えない。ヌーブラって知ってっか。メノっていうのは名前は知っていたけど、ああいう模様なのか。水晶もメノウも美しさでは甲をつつけがたい。オレンジみたいな単色なのが色合い的には好み。エップ形状が多いのもおそらく理由があるんだよね。見込み詐欺の検証シーンは見応えあったな。全く知らない分野だからそんな方法がっていう意外性もあって、あれほど小さいと体積と質量も調べにくいだろうしね。次回のそのアウトはやはりあれか。サハッキンってドクターストーンでも出てたやつか。こんな地味なテーマのアニメなのにアニ作が過ぎる。今回も瑠璃ちゃんの衣装とポーズが可愛かった。今回1話並みに作が良かった気がする。なぎさんの谷間だけじゃなくて伊まりさんのおまるパイまで見れるとは神。この研究室は教授来ないの？こういうところはフィールドワークしてるから。フィールドワークメインの教授でめったに研究室に来ないとかね。男の存在がない世界なのかもしれない。真面目に大学受験する段になってこんな高偏差値だったのとなるかな。よくこんな気軽に大学の研究室に出入りできるなこの JK。 前のグーラの図解に比べるとしっかり動いててちゃんと作画しとるな。クオリティの差に泣けてくるわね。でも前のグーラはデフォルメアートうちゃんかわいいから。地味に水の作がすごいよなこのアニメ。いつもと作が違うな。プラチナはアレルギー引き起こしにくいから体に埋め込むタイプの医療器具なんかに結構使われてるらしい。キャストが少ないアニメ。3人足すニュースのアナウンサーだけ。ナギのボディが普通だったらもっと話が頭に入るのに。今日のまとめ。マントルってやばい。瑠璃の成長が著しくて泣きそうになる。着々と石マニアとして成長してるな。瑠璃の宝石情報量多すぎて一回見ただけじゃ消化しきれんわ。毎回作りがうますぎるわこのアニメ。瑠璃で締めが多いねこの作品。さすが作品名。面白くてあっという間に終わる。日常で聞かない単語ばかりなのに面白いの不思議だな。これ見てると何か学問やりたくなりますね。これ E テレの夕方とかに放送したら地学志望者爆増でしょ。解説多めなのにアニメとして普通に面白いのすげえな。めっちゃ内容は硬派なんだよな。前は締めの絵がめちゃくちゃいいよねこのアニメ。はっ、石も女の子も背景も美しい。こんなダイナマイトボディの陰性&大学生お姉ちゃんに囲まれて好きなものについて学ぶ高校生活を送りたかった。こうして見ると日本ってすごいとこにあるんだな。
これだけ多くのプレートの境目に面してるのに地下資源は眠ってないのかな。日本列島にはないものはないと言われているくらいなんでもあるが、商業的に呈する量や質は期待できないのよね。日本は地殻変動が激しすぎるからでかいダイヤは見つからないんでしょ。石炭も地層がぐにゃぐにゃ曲がってるので採掘が大変で、容易に掘れるところを掘り尽くして廃れた。簡単に見つかるんだな。そんなもん。連載終了まで何一つ見つからないような漫画読みたいか。ドクターストーンでめっちゃ苦労してたのに。千空もさすがに地質学者じゃないからな。ベリちゃんなんだかんだラッキー引き当てるな。ウルトラハイパーレアの凪さん引いた時点で超ラッキーなのは明白だし、いつの間にタイツを脱いだんだろう。タイプさんは耐えられなくて自戒した。ボタン、俺ももう耐えられないかもしれん。見える世界、見えざる世界、このサブタイが本作のテーマだと思う。これまでも自然、世界のスケールのでかさや見えないつながりに気づく重要性が描かれてきたからこそ、回を追うごとに説得力が積み重なってる。瑠璃の成長とともに私たちも視野、世界の広がりが止まらない。最終のワクワクと学術的知識、探求が合致し、瑠璃ちゃんの意識の変化、成長もどんどん見られ、話が進むたびに深みを増し、面白くなっていく作品。とんでもないクオリティの面白さです。毎回なんだけど、瑠璃ちゃんの女児ムーブを描くのに全力すぎて見てて気持ちがいいよ。最初の椅子をゴロゴロさせるところだけでも良い。夕暮れのシーン、作画もだけど撮影が美しいよな。目に見えない部分を見る。今日もまた一つ賢くなった瑠璃ちゃん。小学生は成長が早い。前半は目の海だけど水着会じゃない。後半はまさかのサハッキン、ゴールデンカムイのあれだけど、ナギさんが解説すると学術的だけど哲学的でもある。見えない部分を見る。小さな小さな石からそれがある成り立ちを想像する。これは別の意味で透き通る世界ってことか。海岸のつぶてや後半の山、岩はもちろんすごいが、何より今回は雲の描写がすごかった。光がいいよほんと。構図やアングルも相変わらずバチッと決まってるし、ほんと毎回すごいな。これは日曜夜放送で週明けを迎えるのにふさわしい素敵なアニメだなと改めて実感。凪や今里に対する態度は相変わらずだけど、2人と共に過ごし知識を素直に吸収していく瑠璃が可愛くなってきて仕方がない。知識も詰め込みでない程よさで絶妙。相変わらず秒で終わってしまった。3人の距離が自然に近づきつつあるという描写がとてもいい。ほとんど姉妹のようですね。鉱物学という硬派な学級の世界に人のぬくもりのようなものを掛け合わせたのは原作者の発明だし、それを的確にアニメーションに落とし込むアニメ班の技術もやはりお見事。鉱石の話と価値学とかすごく勉強になる。これで興味を持った子供たちが研究者とか学者になるかもしれないと思うと、日本の漫画、アニメの懐の深さは無限だ。水面や夕焼けのシーンの映像も素晴らしいし、オープニングエンディングともに曲もアニメーションも神秘的でいい。多くの石を通して見れば世界の実像を正確に結ぶことにつながるはずなんだ。ここの一連の脚本に自然と涙が出てくる。見える世界の情報から見えない世界の輪郭を結ぶ一端を担いたいという凪さんの夢。彼女を照らすライティングといい、脚本といい、画面すべてが美しい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。